はい、こんにちは。まるんぽチャンネルのまるパパです。はい、今回はですね、北海道編ということで、今はですね、まだ青森県の大間町の方に来てるんですけど、今からね、フェリーに乗って、はい、北海道の方に行きたいと思います。はい、今こんな感じでね、はい、フェリーターミナルの方にいます。ということでね、はい、行ってきます。はい、とりあえずね、北海道に着きましたんで、一番ね、入り口の函館の方に来ました。赤レンガのところ、前も来ましたけど、とりあえずね、ちょっとご飯を食べたいと思います。はい、ラッキーピエロに来ました。こちらの方はね、ラッキーエッグっていうね、はい、ハンバーガーと、ポテトの S とバニラシェイク。バニラシェイクとこのハンバーガーは 25% 引きみたいですけどもね。はい、ということで、早速、ちょっとおやつですね、いただきたいと思います。久しぶりのラッキーピエロ。お、すごい。すごいこと。いただきます。うまい。うまっ。うまい。ボリュームがすごい。はい、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。はい、では次行きます。はい、赤レンガ倉庫のとこね、ちょっと満喫してきましたって言ってもね、はい、ハンバーガー食べただけですけど、はい、次はね、ちょっと初めて行くんですけど、ちょっと夜景の方をね、せっかく、なので見に行きたいなと思っております。はい、ということでね、行ってきます。はい、函館山ロープウェイのね駐車場に着きました。もうね、ほんまにロープウェイの際にこういった形で、駐車場があります。1時間ね200円、止めることができます。もうここは、はい、ロープウェイ乗り場になってます。はい、チケットの方買ってきました。往復でね1800円です。はい、15分おきにね、ロープウェイの方は出発してるみたいです。では行ってきます。はい、函館山行ってきました。17時45分のね、ロープウェイに乗って、実際ね、日が落ちたのが7時50分ぐらいかな、19時50分ぐらい、だから2時間ぐらいね、ちょっと外で、はい、いました。まあ、すごい人でね、まあ、行かれる方はね、覚悟していってください。で、今は6月の7日なんですけど、結構寒いんでね、厚着していってもらった方がいいと思いますね。厚着というか、寒さ対策ですね。はい、ということで、次にまた向かいます。はい、函館温泉花の湯さんかな、行ってきました。こちらの方はですね、大人480円ということで、夜のね、22時までやっております。で、サウナはね、別で1人120円、支払う必要があるのと、あとね、ちょっとドライヤーを使おうと思ったら、3分30円必要になってます。はい、結構ね、サウナの方も入りたかったんですけど、ちょっと時間的に間に合わなくて、まあ残念やったんですけど、結構いろいろね、ロウリュのやつとかなんかいろいろありました。サウナも種類がね、120円払うね価値は十分あると思います。あとね、
その隣にね花家族っていう家族温泉かなの施設もあるようです。それはね別の建物にで、あるみたいなんで、はい、またそちらの方もね、はい、URL 貼っておきますのでぜひ、はい、ご覧いただけたらと思います。ちなみにね場所は国道5号線沿いにあって、函館インターから車で1分ぐらいのところになります。はい、ということで車の方に戻ります。横にマックスバリューもあってガソリンスタンドもあるんですごい便利です。はい、今はですね道の駅七色七重さんに来ました。ここはね多分函館から一番近い道の駅で、しかもね駐車場普通車が148台ぐらい止まるすごく大きなね、道の駅になってます。はい、今日はねこちらの方で車中泊の方をさせていただいて、また明日に備えていきたいなと思うんですけど、こちらのね道の駅もうキャンピングカーがねめっちゃ止まってるんですよ。多分20台ぐらいは止まってるんちゃうかな。はい、ということでもしねこちらの方で車中泊を考えられる方ね早めに来られた方がいいかもしれないですね。キャブコンは多分大丈夫やとは思うんですけど、ちょっとバスコンになるとやっぱり枠的な問題とかいろいろ出てくると思うんで、はい、その辺は気をつけて、来てくださいということで、また明日、はい、おやすみなさい。はい、おはようございます。今日はですね北海道上陸2日目っていうことで、今はね函館の方にまだいてるんですけども、今からですねもう一気にねちょっと宗谷岬の方に向かって走りたいなと思います。でだいたいね時間を測ると下道しかないんですけど、10時間半ぐらいかかるみたいで、なんやかんや寄ってたらねやっぱり12時間ぐらいはかかるのかなと、はい、思っております。はい、ずっと考えて捨てても仕方がないんで、もう一気に北にね上がりたいと思います。はい、では行ってきます。はい、函館から3時間ぐらいですね。洞爺湖の方すごく綺麗かったんでねちょっと立ち寄ってみました。はい、お天気にも恵まれて最高です。ただちょっと周りね外国人の方すごく多いです。はい、洞爺湖を過ぎるとね今度は、羊蹄山が見えてきました。洞爺湖からはもうすぐ目と鼻の先ですね。はい、すごくいい景色です。すごく北海道らしい、これが北海道らしいのかなちょっと分かんないですけど、はい、とりあえずまだどんどん進んでいきます。はい、今はですね、札幌でねちょっと味噌ラーメン食べたいなと思っていろいろ探してたんですけど、駐車場がなかなかね厳しそうやったんで、もう札幌市内は抜けてきて今戸別町っていうところにいるんですけど、そこでね味噌ラーメンのね評価のいいお店を見つけたんで、今ちょっとそちらに向かっています。もうあと 1,2 分で着くみたいなんでね、はい、寄ってみたいと思います。行きます。はい、ドライブインマークウェイさんですね、着きました。はい、車も止めれてます。では行ってきます。ランチメニューですね。ラーメンととんかつと小ライス、これで980円。やばいですね。いただきます。スープ。すごいボリュームやな。普通やったらこうラーメンが小やね普通やもんな、全部普通。ラーメンご飯小も普通やば。とんかつ、はい、ごちそうさまでした。完食美味しかった。はい、行ってきました。想像以上に美味しかったんでね、またぜひ皆さんもねここ寄ってみてください。もうコスパ最高です。最高。
では次行きます。はい、目的地の方まではね、まだちょっと時間の方がここから3時間ぐらいかかるみたいなんで、今日はねちょっと近くの道の駅に泊まって、はい、車中泊をしたいと思います。で、晩ご飯もね、こちら北海道のね大人気コンビニセイコーマートでね、はい、購入したいと思います。はい、道の駅遠別富士見さん着きました。今日はねこちらの方でこのまま車中泊したいと思います。はい、おはようございます。今北海道3日目の朝ですね。今遠別富士見さんっていう道の駅の方にお邪魔してまして、こちらの方はね、車両が158台ぐらいね、通車止めることができます。結構ね、大きめの、道の駅になってるんで、まあキャンピングカーの方はね、こうやって形で余裕で止めれる感じですね。で、おトイレの方も施設が新しいんでね、かなり綺麗です。だからウォシュレットとかもついてますし、はい、安心してね使えると思います。はい、あと Wi-Fi の方だけねちょっと夜切られるみたいなのでね、そちらの方は、気をつけてください。例えばパソコンで作業される方とかね、はい、僕も昨日はテザリング、携帯のテザリングでやってますけどっていう感じです。はい、ということでね、今日はこちらを出発してですね、はい、宗谷岬の方、あと 2,3 時間かなで着くと思います。はい、とりあえず稚内の方ね向かっていきたいと思います。はい、稚内のね、温泉ですね、ドームに着きました。こちらの方がね、日本最北端のお風呂温泉らしいです。はい、こちらに書いてるんですけど、車中泊ができないっていうことと、あと営業時間は朝の9時45分から、夜の10時まで、最終受付が9時半までになってます。今ね、9時半ぐらいなので、ちょっとね、もうちょっと待って入りたいと思います。はい、お風呂の方入ってきました。お風呂の方はね、11種類ぐらいのね、お風呂があります。だから結構ね、いろいろ楽しめるのと、あとサウナももちろんあって、サウナもね、6人以上、8人から10人ぐらい入れるぐらいの感じかな。あとね、マット、座るマットもね、用意してくださってるので、すごく、はい、いいお風呂でした。あとね、この最北端入湯証明書っていうのをね、購入することができます。でそれは、こちらのね、自販機の方で、はい、売ってます。1枚200円でね、これで、最北端のね、お風呂に入ったっていうことになります。はい、ということでね、ちょっと次に行きたいと思います。はい、それではね、ちょっとご飯の方をいただきたいと思います。もうちょっとお店の前にはついてるんですけど、はい、やっぱりね、稚内でいいと言えばですね、こちら、ウニ丼、はい、ウニ丼の方をね、ちょっと食べに行きたいと思います。で、いろいろ調べてたんですけど、このカラフト食堂さんっていうのがすごく有名みたいで、はい、ちょっとこちらの方にね行きたいと思います。では行ってきます。はい、ですね、もう種類はねいろいろとあるんですけども、今回悩むに悩んでこのウニだけウニ丼4950円というやつにしました。ウニがねメインになってて、あとこの写真のこのイクラの部分だけカニと生ホタテと漬けホタテに変更できるみたいなんですけど、この、ウニじゃイクラのままかなでいってます。はい、ウニだけウニ丼きました。すごいうまそう。で早速ねいただきたいと思います。いただきます。なんかね、無敵の生ウニ丼、ウニだけウニ丼にしたらこのステッカーをいただけるみたいです。はい、ウニはそのままで、あとイクラだけねこのわさび醤油をかけて食べるみたいな感じらしいです。これやばいな、このウニの量。こうね取って贅沢にとってね、ちなみにご飯大盛りです。いただきます。めっちゃうまい。
これ値段はね4950円でちょっと高めなんですけど価値あるなやっぱり。ウニの甘みがすごい。もういっぱい食べたくなる。幸せすぎる。溶けるな口の中で。そうです。はい、ごちそうさまでした。でなんかね、このいっぱいこうコメントが貼ってあるんですけど、これをねちょっとなんか書けるみたいでね、はい、まあ一言書いてマロンポステッカーをせっかくなんだ貼ってね、はい、貼りたいと思います。はい、カラフト食堂さん行ってきました。もうウニだけウニ丼やばい。もうあれはねむっちゃうまいですね。これはもう必ず1年以内にもう一回行きたいはい、っていうね食堂でした。もうぜひね皆さんもこのカラフト食堂さんでまあいろんなメニューあるんでねウニを、はい、食していただきたいと思います。ちょっとね稚内風がすごい強いんですよね。はいということで、もう歩いてすぐのところなんですけど、ノシャップ岬っていうところ、はい、に来ました。はい、イルカのね時計が結構有名なのかな。はい、もうこのままねちょっと宗谷岬の方に行きたいと思います。おおやばい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 。行ってきます。はい、今ねノシャップ岬行ってきました。はい、今からねちょっと宗谷岬の方ですね。ここからまあ1時間弱ぐらい4、50分で行けるみたいなので、はい。ちょっと天気がね心配ですけど向かいたいと思います。日本最北端ですね。はい間もなく日本最北端の地宗谷岬ですね、はいの方に着きました。っていうことで駐車場はね結構、今日は平日やからかな、はい空いてます。ということでね早速最北端のところに行きたいと思います。はい日本最北端の地宗谷岬ですね着きました。はいこれ間宮林蔵さんというね、はい、方ですね。こちらの方はですねサハリンが島であるっていうことを確認された方っていう感じですね。はいでこちらの方が日本最北端の地っていうことですね。はいモニュメントがあります。でこちらの方日本最北端到着証明書っていう形で、こちらの方は向こうにね柏屋さんっていうお土産物屋さんがあって、そちらの方でね200円で購入することができます。はいということでね今回はですね青森県の大間から、はい、こちら、宗谷岬までのキャンピングカーの旅でした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。はい、またね、動画の方ですね、北海道編ですね、上げていきますので、ぜひね、次もご覧いただけたら嬉しいです。あと登録がね、まだの方は登録をしていただけたら励みになりますし、はい、高評価もいただけたら嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、函館朝市広場のね、前にあるラーメン屋さん、かもんさんに今から行きたいと思います。はい、塩ラーメンです。楽しみに。うまっ。
いわゆるシミュレーションが実施される予定だということです。でこれはですね、シンクタンク日本戦略研究フォーラムが開催するもので、企業演習というのは2021年8月に初めて開催されて、今年で3回目を数えます。そして台湾メディア台湾フォーカスによりますと、これまで日本とアメリカの関係者が中心だったが、今回台湾の専門家が初めて参加するということです。ご覧のように日本と台湾の関係を深めている中で、来年の総統選挙で蔡英文が所属する現与党どうなるか接戦になるという情報もあるようです。来年1月の台湾総統選挙のごちそうさまでした。めっちゃうまい。ということでね、函館名物かもめさん、塩ラーメンですね、食べてきました。むちゃくちゃうまかった。特にね、ラーメンがすごくね、なんか優しい味とチャーシューがねたくさん入ってるのと、あとね、セットのねカニチャーハン、これバリうま、最高でした。でちなみにね、隣に映ってたと思うんですけど、ラッキーピエロさんとちょっと、はい、ハンバーガーも買ってきました。はい、ということでね、ちょっとこれだけご紹介したかったので撮ってきました。